こんにちは。日本語クラスです。今日はライブです。もう一度言います。こんにちは。日本語クラスです。今、ライブを聞いてくださっている方、もしいらっしゃいましたら、声が聞こえますよとメッセージをぜひください。よろしくお願いします。では、始めようと思います。はい。えーっと、多分声聞こえてると思います。はい。はい。では、今日のテーマは動物占いというものです。はい。知っている人いますか？はい。これね、日本でとっても人気がある占いです。はい。最近の新しい占いじゃないんですね。ちょっと古いんですが、とっても面白いので、日本語が皆さんはわかりますので、ぜひ紹介したいと思います。はい。はい。で、皆さんも自分のことを調べられますので、はい。それは最後に、はい、やってみてください。では、動物占いって何ってね。はい。私の好きな動物は何々です。猫です、犬ですとかそういうことじゃないです。はい。占いなので、占いというのはあなたの性格はこういう性格ですよとか、そうですね。将来こういうことが起こりますとかは、これはわからないんです。この動物占いはね。だけど、あなたと、あな、えー恋人は性格が合いやすいとか合わないとか、喧嘩をしやすいですとか、そういうのがわかります。はい。ね、何よりも自分のことがよくわかります。この占い。すごいね、そこが私は好きなポイントです。はい。ですので、紹介しようと思いますね。では、自分の、あのー動物が決まります。これは、自分の誕生日で決まります。何年の何月何日で生まれたというので決まるんですが、昔あった動物占いはここに書いてある12種類の動物なんですね。ここ12種類の動物の中のどれかに自分が入ります。だけど今日紹介するのはこの12種類じゃなくて、もっと細かい、はい、60種類、60になる、はい、こっちなんですね。60種類になる、動物がいます。はい。正しく言うと、例えばライオンなんだけど、ライオンの中でもっと細かく分かれます。ライオンだと6種類ぐらいかな、6か5種類ぐらいに分かれます。はい。例えば象だったら、象の中で4種類に分かれます。いろんな種類の象がいます。で、それは最近の、比較的新しい占いなので、そっちを紹介しようと思います。はい。では、まずはでも、この12個の動物がですね、結構面白いんですね。そう。なんか変な動物がたくさん入ってると思いませんか？みんなが好きな犬とか猫は入ってないんですね。はい。で、これは干支という日本とか中国とかで使ってる今年は何の年ですっていうね。日本だったら今年は竜ですね、ドラゴンなんですけど、ドラゴンの年とかそれとは全然関係ないです。はい。なので本当にこれはこれと思ってください。動物占いっていうものね。はい。で、なんかこれは心理学、心理、人の心の中のことを研究してできた占いだそうなんですね。はい。だからみんなの国には多分ないと思うので、はい。ぜひ日本らしいなと思いながら見てください。はい。じゃあ今たくさんの人聞いてくれてます。ありがとうございます。聞こえてますね、声ね。誰かメッセージくれると嬉しいです。お願いします。じゃあ、
このね、12種類の中をさらに細かくして全部で本当は60種類60タイプあるんですね。だけどまずはこの12の動物を先に紹介したいと思います。この基本的なベーシックな12の動物はどういう性格の動物なのか、人なのかですね、というのをまず紹介します。結構面白いこれあの結構ねこれバカにしてる、すごいいいことだけじゃないんですね、言うのがね。そこがね面白い、私好きなんですよね。例えば、ここまずこのチーターですね。チーターはどんな人っていうと、もしみんながチーターだったら、プラス思考の挑戦者って書いてありますね。すごいポジティブに考えていろんなことをチャレンジする、基本的にはやってみようっていう考え方らしいですね。チーターらしいですよね、やっぱね。本当の森の中ジャングルにいるチーターもそうですよね。ご飯を取らなきゃいけないですからね。で、ちょっと全部はいかないんですけど、ね、例えば、これね、これもちょっとチーターに見えるんですけど、これはね黒いチーターです。黒いチーター言いますよね、かっこいいね、綺麗な。あれはですね、あれ面白いんですね。あれね、スマートな目立ちたがり屋って書いてある。目立ちたいっていうのは他の人より、あ、この人綺麗とかかっこいいっていう風に見られたいっていうのがこれです。はい。で、ここに書いてないんだけど、黒ひょうの人はですね、すごくおしゃれです。洋服とか大好きです。はい。で、あと、タヌキもいますね。小鹿っていうんですか、鹿ですね。なんか元気ないですよね。で、もうちょっとありますよ。で、これ面白いなと思って。これ猿。猿は何々なクリエイターだから何か作るのが好き。うん。で、これはいいですね。日本語の勉強になるね。これ無邪気と読みます。無邪気っていうのはちょっと子供っぽい。あんまりいろいろ計算、どうしたら A をやったら B になって B になったら C になる、だからやろうっていろいろ頭でやる前に考えるとかじゃないくて、あ、これ面白そうだからやってみようって言って、ちょっと子供っぽいイメージですねがあるんですね。いいね。で、自分でいろいろ作ってみるっていう。はい。で、面白いのは、あとこれはね狼です。ウルフです。狼ね。狼、個性豊かなマイペース人間って書いてありますね。これね、マイペースって日本語で言うと、ちょっとゆっくりっていうイメージなんですね。英語のマイペースとちょっと違うかもしれないですね。個性豊かだから、こう、自分のオリジナリティ、自分のオリジナル、他の人と違うっていう考え方を持っている。ですごく自分の速さでやる。うん。みんなが早くやってるから、みんなが仕事が終わったから私も急いで仕事を終わらせなきゃとか思わない。はい。いや、私は自分の速さで仕事をしていますから、みんなとは関係ないっていう風に、すごい強いですよね。ハートが、心が強いタイプ。はい。で、全部は紹介しないけど、例えばこれでした。で、じゃあもうちょっと詳しく。例えばね、ライオンってどんな人っていうのすごい分かりやすいので、これまずいきます。ライオンって言ったらやっぱり動物の中で一番強い動物って言われますよね。うん。やっぱりライオンさんはそうなんです。ライオンさんだったら、みんながライオンさんだったら、みんなの性格もやっぱりそうです。ナンバーワンになりたい。はい。一番になりたい。私は世界で一番になりたいとか、世界じゃなくてもいいんですけど、学校で一番になりたいとか、会社で一番になりたいと思ってる。ああ。でもこの辺は全部読まないんですけど、いいこと書いてあるんですけど、でもだんだん悪いこと書いてあって、ここですね、読みます。機嫌のいい時と悪い時の落差が激しい。これね、面白い。機嫌っていうのはこう自分の心のムードです。うん、いいことがあった。
いいことがあるとすごい心が元気ですよね。ハッピーな気持ち。そういう時は何をしてても「ふん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 」って歌ったりなんか心がいいですよね。ピンク色ですよね。でもすごくその心が暗い時、嫌なことがあった、うわーってね、暗い時のこの暗い時といい時の違いがはっきりしていますっていうこと。いますね、こういう人ね。なんかあの人すごい今日いいことあったんだなって思ったのに、もう2時間ぐらい経ったらすっごい元気なかったりとかね。例えばね、そういう人ライオンだったりします。気持ちがすごい変わりやすいんですね。でそれも見えちゃうんですね。人に見えちゃう。でこれも面白くて、これねちょっと漢字の練習になっていいですね、皆さんね。これ読み方、漠然と読みます。漠然っていうのははっきりとしないの意味です。漠然とした話が多く、数字や計算に弱い。これははっきりした話はあんまりしない。なんか大体計画とか立てられないってことです。なんかやろうよ、何々しようよって言ったら、じゃあ例えば明日一緒にディズニーランド行こう、ディズニーランドみんなで行こうって言った時に、何時に行くって言って、朝がいいよね、朝って。じゃあライオンさんだと朝、じゃあ朝ねって言って、朝って何時って聞いてもライオンさん、まあ朝だよ、大体朝だ、早い、7時とか8時とかってね、はっきりなんか何時ってはっきりよく分かんないとかなんかの話をしてても、いやこのパンすごい美味しかった、ちょっと高いんだけどって言っても、ちょっと高いっていくらぐらいって言っても、いくらだったか忘れちゃった、300円かな、500円かな、いや700円だったかな、忘れちゃったっていうはっきりしない、そういう数字とかいくらとか、そういうのがよくわかんないんですね。忘れちゃうんですね、多分ね。そういうざっくりとしたっていうんです、日本語だとね。なんか大体の話をするっていうのがライオンさんだから、あんまり小さいことを気にしないんですね。そうライオンさんです。いいと思います。私の友達にいます。そうです、本当にあんまり小さいこと気にしません、ライオンさんは。いいですよ、いい人ですよ。で他もこれですね、私ぜひ紹介したかったんですね。タヌキタヌキ、私の YouTube で実はタヌキの話をしました。つい一昨日かな、ライブでですね、タヌキさんとキツネ、フォックスですね、この動物、特にタヌキというのはですね、嘘をつきますと、人間に嘘をつくという悪い動物なんですよっていう話をしました。まだ聞いてない人ぜひポッドキャストにありますので聞いてほしいんですけど、タヌキってねやっぱりね面白い。タヌキの人面白いですよ。どんな人って言ったら、まずこれ、お人よしで頼まれると断れない。ちょっと難しいかもしれないけど、これいいですね。日本語よく使うからこれいいですよ、皆さん。語彙の勉強になる。お人よしっていうのはすごく困ってる人とかいるとすぐ助けてあげる人、優しい人、親切な人。だからそれも自分が忙しくても助けたりします、お人よしだと。人は急いでるのにもしかしたら会社遅刻するかもしれないのに、駅で困ってる人がいると助けます。それはお人よしです。あとお金あんまり持ってないのに、自分がねお金なくなっちゃったって友達が言うと貸したりします。いいよ、じゃあ使っていいよこれねって。でだから何か助けてとか、これ手伝ってとか、仕事が終わらないから手伝ってとか言われると断れないんです。早く帰りたくても、いいよ、じゃあ分かった、手伝ってあげるって言って手伝ってあげる人。これたぬきさん。いい人なんですけど、ちょっと、マイナスなところがあります。例えばですね、他人の話をすぐ自分の話に
すり替える特技がある。これ言葉の意味わかりますか？すり替える。すり替えるっていうのはね、これはね、N1 でも出てこないと思いますよ。難しい言葉。これ悪いこと。はい。意味悪いことですよ。これね、取り替えるの意味です。取り替えちゃう。交換してしまうの意味。はい。他の人の話を自分の話のことみたいに、自分がやった、自分の経験だみたいに話してしまうんです。ダメですよね。なんか例えば誰かがね、他の人が話してたなんかいいこと、なんですか、なんだろうね、自慢とかですよ。自分のいいこと。はい。何々した。なんか自分の子供でもいいか、他の人が子供の自慢をしてた。うちの子供ね、あんまり家で勉強しないんですけど、いつも学校のテスト100点なんです。どうしてか私わからないんですけどって他の人が言ってた。他のお母さんとかお父さんが。で、それを聞いて、いいですねって聞いたんだけど、それを今度聞いたから、いい話聞いたって言って、今度は自分の話にしてしまうんですね。自分にも子供がいて、実はね、私の子供いるんですけどね、あんまり家で勉強しないんですけど、学校のテストでいつも100点取ってくるんですよね。誰に似たのかな、私はそんなに勉強できなかったのにな、という嘘です。自分のことじゃないし。人の話聞いてそのアイディアいいなと思って自分のことにしてしまうというたぬきですね、これはね。はい。いやちょっと悪いですね。いいね。どうですか皆さん、これやります？自分が。ダメだよ。でもたぬきだったらこれしてるんですよ、知らない間に。あともう一個面白い。たぬきさんは大事なことをぽっかりと忘れてしまうことがある。はい。たぬきはバカですね。ぽっかりとっていうのはもう、すっかりととか全部っていう意味です。はい。それも大事なことですよ。なんか約束とかですかね。仕事の約束もそうかもしれない。いつまでにこの仕事を終わりにしてください。締め切り、デッドラインとかある。来週までですねって言われて覚えてたんだけど、なんかわかんないけど忘れちゃう。ってやっぱこの顔忘れそうですもんね。なんかちょっと抜けてるっていうんですけど、何かが抜けてしまってる。で頑張ってるんですけどね、すごい人はいいんですけど、なんか大事なこと忘れちゃうっていうたぬきらしいです。とってもいいですよ。私も好きですよ。はい。じゃあもうちょっと、そう、これ見てください。よかったら。でね、これね、次。ペガサス。ペガサス。ペガサスってわかります？この写真見たらわかります？馬。馬なんだけど、馬に、羽が生えてます。翼が生えてます。飛べます。はい。これ、本当にいる動物ですか？いないですよね。実際はいない。はい。実際この世界にはいないけど、でもこの動物占いの中に一つ、このペガサスだけは本当に地球にいない動物が入っています。これがペガサスです。他のはね、全部います。はい。ライオンもいるし、猿だっているしね。さっきのこのタヌキだってもちろんいますから。ただペガサスというのだけ1個12種類の中に1つ入ってるんですね。はい。なんでってね。はい。行きましょうか。これですね。ペガサスっていうのはとっても変わってる人です。変な人です。はい。どうしましょう皆さん。皆さんがもし後で調べて自分がペガサスだったらショックかもしれないですね。でもね、大丈夫。ペガサス、私のね、近くにいます、ペガサスの人。実はね、ペガサスは私のお兄さんです。はい。私の兄はペガサスです。もう、ぴったり。本当にあの人、本当にペガサスだと思います。はい。もう変わってます。ちょっと普通じゃないんです。はい。どんな人いきますよ。でもね、
こっちから言った方がいいかも。外国人的な感性を持っている。はい、これはね、意味はこれ日本人から見たらうちのお兄さんは日本人だけど、考えていることとかアイディアとかがあなた日本人って私よく思ってた、子供の時。はい、だから本当にあなた日本人ですかっていう、この外国人みたいな日本的じゃない考え方、センスを持っているってことです。でもし皆さんがペガサスだった場合は、自分の国の人、例えば、自分が例えば韓国の人だったら、韓国の人はみんなよくこうやって考えるけど、でもみんなあなたがペガサスだと、あなたはちょっと韓国人らしくないアイディアとか考え方をしてます。そういうこと。はい。ちょっと変わってるねって言われるかもしれない、国で。そういう人です。はい。で、これもいいですよ。相手の話にうなずきながら、うなずくってのは knock、 頭をこううんふんって頭下げる。日本人よくやりますね。話聞いてる時にうんうんって頭下げながらうんうんって聞くね。だからあなたの話聞いてるよってこと。話聞いてますよって聞いてるよとしながら、実際は他のことを考えていることがある。はい。話を聞いてないんですね、これ。相手の話を全然聞いてないってこと。だけど聞いてる聞いてるっていう風なふりをする。ふりしてんだけど実は聞いてない。はい。はい。これ本当にうちのお兄さん、これ。はい。お兄さんね、あんまりうちのお兄さんうなずかなかったね、子供の時からね。でもは言うんですね。って言うんだ。って言うから聞いてると思うんですけど、でどう思うって言うと、何がって言うんですね。聞いてない。話聞いてない。そう。もう全然違うこと考えてるんですね。ひどいですね、あのお兄さん。でね、あともう一個。あら難しい言葉でもこれよく使うから皆さん覚えておくといい。束縛と読みます。束縛されるのが大嫌い。これ束縛っていうのは縛られる。はい。よくあるのが、これはね、恋人とかにはよくある。束縛っていうのは、恋人が、ペガサスさんの恋人、ペガサスさんのパートナーがペガサスさんに、ねえねえ、あなた今どこにいるの？何やってるの？今何してるの？今日何食べたの？明日はどこに行くの？とか、たくさん聞く、ペガサスに。これが束縛です。とか、または恋人がねえねえ一緒にどこかに出かけようよ、ね、今日一緒に何々しようよ、ね、明日も一緒に何々しようよ、ね、明後日もずっと一緒に何々しようよとされる。それが束縛されるです。ペガサスさんはそれが大嫌いです。はい、嫌です。だって皆さん、ペガサスさんは空を飛べますね。飛ぶことできる。パタ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 ね、空飛べるのにいつも自由でいたいんです。自由が大好き。はい、ここにも書いてあるんですけど、自由なんです。自由人です。自由でいたい。だから一人でもいいんですね。自由がいいから、ね、一緒に何々しようとかダメ、嫌だ。もうそうやってやられると、やる気も全て失ってしまう。もういろんなこともやろうと思ったことももう全部やりたくなくなっちゃう。もういいや、もうやりたくない、めんどくさいって思っちゃう。もう元気なくなっちゃう。はい、これです。はい。本当うちのお兄さんこれ。はい。もううちのお兄さん急に一人で旅行に行ったりします。はい。もう急にいなくなってます。はい。びっくり。昔は急に自転車で北海道の方まで一人で自転車で行って帰ってきて、で途中で事故に遭いました。事故。電話かかってきて今北海道の方にいるって、事故に遭った、自転車で来てって言って、東京からですよ。やばいですね。何キロ自転車乗ってるんですかってね。そういうことをやってしまうのがペガサスさんです。はい。
でも私は大好きです。はい。私は私のお兄さん大好きです。はい。だから皆さん、ペガサスだったらいいですね。私好きですよ。はい。変な人ですから。私、変な人大好きですから、私ね。はい。おめでとうございます。はい。じゃあ次。次、最後、象。象はですね、実はこれ私です。お前かってね。はい。私だ。象は私だ。だからね、私合ってるかなと思って見るとですね、まず象、じゃあいいことからいきましょうか。象はですね、私は努力家だが、努力している姿は見せないです。はい。努力家って言葉も大事。使うから皆さん覚えておくといいです。努力っていうのは頑張るですよね。エフォート。何々か。かはこう音楽家とか、作家とかかと同じですね。これはね、頑張る人ってこと。努力をする人ってこと。努力をする人ですが、だけど、でも、努力しているところは人に見せません。というの。はい。これ、象はね、よくこういうの書いてあります。頑張るんだけど、あんまり人に見せない。いや、何もやってないよっていうタイプらしいです。確かにちょっとありますね。うん。そうですね。私そういうとこありますね。ただこの後悪いこといきます。いきます。興味のない話は聞かない。そして聞こえていない。ごめんなさい、皆さん。これね、これ、象って耳大きいのに、はい。耳が大きいのに、実は聞いてないっていうのをよく書いてあります、象。はい。この耳はですね、全然使ってないらしいんですよ。どうしてって思いますよね。大きいだけです。はい。聞いてません。私聞いてません。はい。それも興味のない話。自分が全然それ面白いなって思わないことは全然聞いてないし、もう音としても聞こえません。はい。無視。はい。無視します。これ本当です。これ本当に合ってます。私そうです。興味のあることしか聞かない。興味のあることはね、すっごいよく聞いてるし、よく覚えるんですけど、全然どうでもいいことは全然覚えないし、見ない。はい。私それです。はい。じゃあ次、もっと悪いこと書いてあります。普段や、穏やかだが、普段はですね、これ日本語間違えてますね。普段は穏やかだが、穏やかっていうのは静か。はい。ゆっくりしているってこと。はい。象って歩くの遅いですよね。あのイメージ。ゆっくり歩く。いつもは、普段っていつもはゆっくりなんだけど、切れたら最も怖い。切れたらっていいですね。この言葉ね。知らなかったら覚えましょうか。切れる。髪を切るとかね。言いますよね。切れるっていうのをね。切れるっていうのは頭が切れるっていうんですね。これね、意味は怒るってことです。はい。何かで怒ってしまった。それももう我慢できないこと。はい。ゾウさんはすぐには怒りません。はい。ほとんど怒りません。いろんなことあっても怒らない。はい。なんですが、何かどうしても我慢できないことがあって、もう頭がプチって許せません。それはダメ。プチって切れた。それが切れるです。はい。切れてしまいましたら、もう一番怖いです。はい。ここ書いてないんですけど、ライオンより怖い。ライオンも、足で踏み潰すって書いてありました。他のに。ライオンって象より小さいですよね。象の方が大きいでしょ。体は一番大きいんですよ。この12種類の動物の中で象が一番大きいんですね。猿とか言ったでしょ。猿とか小さいでしょ。象怒ったらね、猿をブザッて足でボーンってもう殺すことが簡単にできます。はい。だから、いつもほとんど怒んないんですけど、もし怒ったら一番怖い。それが私です。はい。怖いですね、私って。はい。皆さん気をつけてください。はい。危ない人です、私。はい。そういうこと。はい。で、
ちょっと全部やんないんですけど、このようにですね、今いくつか紹介しました。はい。で、これ、さらに今は12種類の動物を簡単にこういうのあるっていうのを言ったんですけど、それをねもっと細かくしたのが60タイプで、例えば象だと象の中を4つもっと分けます。はい、何々の象、何々の象。はい。で、今日ちょっと1個だけ紹介します。で、これ象、私象なんですけど、象の中でも私はですね、リーダーとなる象となるっていうのはリーダーになるです。とっていうのは綺麗な日本語です。リーダーになりやすいタイプみたいです、私。ねえ、本当かなと思うんですけどね。で、これ他にも象はいろんな種類ある。4つあと3つか。あと3つあります。でも私のをちょっと紹介しますね。はい、これ。で、だけど全部読まないです。はい、大変だから。で、皆さんも調べられるんですけど、私はこの60種類の中のこの一つのタイプなんですね。リーダーになる像なんです、私。で、調べると私の性格とか、あと、自分が、恋愛、ロマンスした時どういう風になりやすいですとか、あと、会社、仕事の時はこうですとか、人間関係はどうですとか、結構いろいろ書いてあります。あとね、ストレス。どういうことをストレスに感じやすいですとか、細かく書いてあるんですね。で、例えばじゃあ私のです、これ。ごめんなさいね、私のね、性格ね。別に私もあんまり興味ないんですけど、ちょっとまあ分かりやすいから紹介しますね。私の性格はですね、まあ簡単にいきましょう。私は、あなたは、頂点を極められる可能性を存分に秘めています。わあ、難しい日本語。はい。簡単に言うと、あなたは、頂点、一番上のレベルになれる可能性がありますよって書いてある。そうなんですか？ね、本当？例えば、目標を掲げたら、目標を自分で作ったら、誰も手の届かないところまでたどり着こうとします。おお、よし、頑張ろうと。目標を作ったら、他の人はそれはできないところまで頑張ろうとする。はい。で、実際そこまで到達できるほどの精神力を持っているのです。はい。だから実際すごいその目標に届くまで、頑張ろうという心の強さ、メンタリティを持っていますっていうことだそうです。だけどまあなんかいろいろ書いたんですね。で、だから頑張れば何でもできてしまうゆえってできてしまうからってこと。私はこの象の人は頑張ったら何でもできちゃうから、周りが自分と同じようにできていないと葛藤を覚える時があるかもしれません。葛藤、いいですね。難しい日本語だけど、これ日本人よく使うな。うん、使いますよ、これ。葛藤っていうのはね、嫌な気分です。うん。もう一回言うと、頑張れば私はなんか何でもできるらしいですね。そうなんですね。だから自分できちゃうから、周りの人も自分と同じようにできないと葛藤。なんであなたはできないの？もっと頑張ればいいじゃないって思ってしまうってことです。私がね。あありますね。これ私ある。うん。確かにちょっと頑張ってない人を見ると、ちょっと気分が悪くなることありますね。なんでって。うん。できないよ、教えてよっていう人、あんまり好きじゃないですね、私。まず自分で頑張んなさいよ、頑張れよって思ってしまいますね。だから、そういうことだと思います。合ってると思いますよ、これ。うん。ね。だけど、そういう時には、人は10人十色と考え、これは人は10人いたらみんな違うんだ。10人いたらみんなそれぞれの色を持ってるんだって考えて、おおらかな目で、おおらかってのは大きな目で、優しい目で見守るようにしてみてくださいっ
とアドバイスしてますね。はい。なんか他の人頑張ってないな、なんでみんなできないの、私はできたよ、どうしてって思ったら、みんな違うんだ、そうだ、私はできたけどみんなできないよね、人それぞれ違うよねと思って見てあげてくださいって書いてある、だそうです。はい。でここもうちょっと読もうか。本来のあなたはおしゃべりが上手で人を楽しませることに長けています。長けるってのはね、得意ってこと。私喋るの上手だと。愛嬌もあります。愛嬌ってのはまあ何ですかね。なんか可愛らしいね。なんか失敗しててもなんか他の人が助けてあげようって思えるようなタイプですねってこと。愛嬌もありますので、意図せずとも、これ意図ってのは計画しなくても、いつの間にか、いつの間に知らない間に大勢の人に囲まれているようです。私が何もね計算していないんだけど、知らない間にたくさんの人が周りにいるってこと。確かに象ってあれですよね、グループで動きますよね。象一匹って動かないじゃないですか、ジャングルの中でいっぱい象っていろんな象と一緒にジャングルの中を歩いてますよね。あのイメージですね。そうなんだ。だから私そうみたい。だから例えば今もね、ありがたいですよ。ライブにこんなみんな来てくれてますね。皆さん集まってきてくれてますね。ありがたい、ありがたい。はい。私の性格はこういう性格。はい。だそうですよ。みんな調べれば、これ出てきます。ごめんなさい。出てきますからね。そう。楽しみですね、みんなね。で、あとは恋愛とかね、そういうのも書いてある。ちょっと一個読んどくと、私はね、私にとって、あなたにとって恋人は最も心の距離が近い存在であり、だからこそ他の人には見せないような姿もさらけ出したい。さらけ出したいっていうのは全部見せたいってこと。秘密も全部出しちゃう。何も秘密にしないってこと。さらけ出したいと望むのでしょう。恋人はもう心の距離がもう一番近い人だから、もう全部見せます。私の全部を見せます。見せたいですと思っていますねっていうの。これ合ってます。はい。そうです。私は本当は言わない方がいいネガティブなことも、恋人とかだと全部シェアしたい、全部言いたいっていうふうに思うタイプですね、私ね。確かに人によってはこう少し隠したい、なんか恥ずかしい経験とかもう隠したいっていう人いますけど、私はね反対です。もう恥ずかしいことも全部言いたい話したい、シェアしたいって思っちゃうからここ本当に合ってますね。はい。ですのでね、ぜひ皆さん後で読んでみてください。この恋愛のタイプ、傾向、皆さんどんな傾向ですかっていうのね、見ると結構わかります。はい。そう。ということで、今日はこの動物占いについて紹介しましたが、後でリンクを書いておきます。メッセージのところに。今リンク書けないんですね。ライブだとリンク書けないから、YouTube のビデオの今日のビデオの下のコメントのとこね、コメントのとこにこの、皆さんのタイプを調べるホームページを書いておきますので、そこからぜひ誕生日入れれば分かりますから調べてみてください。はい、面白いと思います。で、日本語の勉強になると思うからね。はい、やってみてください。おすすめです。はい。そして、他の日本語の勉強もしたいなという人、どうぞあります。ニュースで日本語を勉強したり、N2 の勉強できます。JLPT N2、N1 の勉強もできますし、あとビジネス日本語も私の YouTube で勉強できます。はい。で、私今日この後、ニュースの日本語ライブでやります。はい。ですので、やりましょう、皆さん。今日のね、ライブね、今日の日本語難しいので結構勉強になると思いますよ。はい。で、あとは JLPT の勉強で読解の勉強をしたい人、テストのためですね、 JLPT のテスト合格したい人のビデオがあります。 N2 と N1 のビデオがありますので、これは私のオンラインレッスンの中に、入ってます。はい、リンクがこれも
これはチャットのところに書いてありますので、そこを見てください。はいね、はい、ということでした。じゃあ、皆さんありがとうございます。メッセージ書いてくださった方ありがとうございます。りつきさん、メッセージ覚えてます。覚えてますよ。りつきさん覚えてますよ。りつきちゃん、前ライブ来てくれた人ですね。ありがとうございます。レギオさんもありがとうございます。サビタさんもありがとうございます。レギオさんがどっか行かないといけないですね。ありがとうございます。ごめんなさいね。聞いてますよ。ありがとうございます。はい。ということで、じゃあ皆様、次すぐ、なんだっけ、ニュースやりますので、はい、よかったら聞いてください。ちょっとね、今日の難しいと思うから、結構勉強になるんじゃないと思いますよ。知らない言葉あると思いますよ。はい。ということで、皆さん今日もありがとうございました。すぐにまたお会いしましょう。ではでは、ありがとうございます。